みんないっつもありがとうなのだ。ずんだもんなのだ。今回は北ヨーロッパのバルト三国の一つ、ラトビアについて紹介していくのだ。ところでみんな、毎日履いてる人も多いジーンズ。実はその生みの親がアメリカ人じゃなくて、ラトビア出身の人だって知ってたなのだ。びっくりするのだ。今日はそんなラトビアにまつわるニュースを、全部で3つ紹介していくのだ。中でも特に注目なのが、フィンランドで診療禁止の医師2人、ラトビアで患者を診察継続っていう、ちょっとゾッとするようなニュースなのだ。患者さんの命にも関わる、とっても重要な話なのだ。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。さあ、ラトビアの気になるニュース、一緒に見ていくのだ。皆さん、バルト海に面した美しい国、ラトビアをご存知でしょうか？北東ヨーロッパに位置し、首都はバルトの真珠と呼ばれる歴史都市リガなのだ。かつてソ連の支配下にあったけれど、1991年に独立を果たし、今は民主主義国家として EU と NATO に加盟しているのだ。人口は約180万人と、日本の九州より少し広い面積に住む、こじんまりとした国なのだよ。主要産業は IT 技術、木材加工、そして観光なのだ。特にリガ歴史地区のアール・ヌーボー建築は世界遺産にも登録されていて、見応えがあるのだ。5年に一度開催される歌と踊りの祭典は、ユネスコ無形文化遺産にも登録されており、ラトビア人の誇りなのだ。最近では、デジタル化を推進し、環境に優しい再生可能エネルギーへの取り組みも盛んなのだ。歴史と現代が融合した魅力あふれる国、それがラトビアなのだ。ぜひ一度訪れてみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。フィンランドで診療禁止の医師2人、ラトビアで患者を診察継続という記事なのだ。欧州である国で医療行為を禁止された医師が別の国で働き続ける問題があるのだ。特にラトビアでは、フィンランドで医師免許を剥奪された先生が少なくとも2人、今も患者さんを見ていることが判明したのだ。タテヤナ・リバコは先生は不適切な診察や誤診。ルタ・レイクマ先生は知識不足やフィンランド語の問題で、フィンランドでは医師として不適切と判断されたのだ。しかし、両先生はフィンランドでの禁止を個人的な問題とし、ラトビア当局には報告していなかったのだ。ラトビアの医療当局は、EU の医師情報共有システムからの警告を長年無視しており、この事実を把握していなかったのだ。やっと最近になって情報にアクセスできるようになったばかりなのだ。保健大臣さんは、この問題を受けて、ラトビア医師会に2人の医師の知識を再確認するよう求める予定なのだ。専門家も、ある国で患者の安全が脅かされるとされた医師が、別の国で働くのは異常だと指摘しているのだ。患者さんの安全を守るためにも、もっと厳重な管理が必要なのだ。これは氷山の一角かもしれないのだ。2つ目のニュースなのだ。バルカ市長、大規模 EU 資金詐欺で告発という記事なのだ。バルカ市のクラウクリス市長が EU 基金を不正に騙し取った疑いで欧州検察庁に刑事訴訟の開始が求められているのだ。汚職対策局 KNAB によると、市長と他の市職員2名が生産区域開発プロジェクトで16万8000ユーロ以上もの EU とラトビアの公的資金を詐取した疑いがあるのだ。具体的には LDUMI という生産区域について特定の企業のために建設したにもかかわらず、オープン入札用と偽ってより多額の EU 補助金を受け取ったみたいなのだ。 EU のルールでは特定の企業向けだと共同出資比率が低くなるのだ。彼らはその事実を隠して多くの資金を不正に得たのだ。市長は以前にも約60万ユーロ規模の別の詐欺事件で告発されているのだ。今回の刑事訴訟は2023年11月6日に始まったのだ。EU の資金は正しく使ってほしいのだ。
3つ目のニュースなのだ。ラトビア発米国域小包輸送再開という記事なのだ。ずんだもん。嬉しいお知らせなのだ。ラトビアからアメリカへの小包発送が新しい税関ルールで一時停止していたけど、少しずつ再開するのだ。ラトビジャスパスツは、まず企業向けに発送を始めたのだ。アメリカは大切な市場だから、再開は嬉しいのだって。個人宛てもクリスマスまでに送れるよう目指すのだ。別の会社、オムニバは、すでに$100までの個人向けギフト小包を送れるようにしているのだ。今週末からは商用小包も順次再開し、11月10日までには全てのアメリカ向け荷物に対応予定なのだ。ただ、以前と同じ送料では送れないのだ。手続き複雑化でラトビア側の手数料が上がり、アメリカの関税でも追加料金がかかるのだ。だから、送る前には新しい料金をしっかり確認するのだ。これで、荷物がアメリカに届けられるのだ。皆さん、歴史と現代が融合した魅力的なラトビアだけど、残念ながら不正な医師問題や EU 資金詐欺のニュースもあって、患者さんや公金管理の改善が急務なのだ。でも、アメリカへの小包発送再開は明るい話題なのだ。いろいろな課題を乗り越えて、ラトビアがより信頼される国になるよう、ずんだもんも応援し続けるのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。